当然ここでは A の家族以上に大事な存在だよを選択と。つうか、なんでまだ俺の部屋でギャルゲーやってんの？見ろゆうちゃん、もうすぐゆうりちゃんは落ちる。間違いない。俺の名前でプレイすんなって言ってるだろ。ゆうりちゃんは本物と違って素直でお兄ちゃんのことが大好きで本当にいい子なんでちゅけどね。本物ってなんだよ、本物って。俺がモデルじゃないだろそれ。渋谷くん。あ、いたいた。なんだよ、勝手に入ってくんなよ村田。勝手じゃないよ。ミコさんに頼まれたんだ。渋谷に伝えてくれって。何を？ホームパーティーやるんだって。僕も誘われちゃった。ホームパーティー？欧米か。さすが帰国子女のうちは違うよね。うちなんかそんなのやったことないよ。やっぱ庭でバーベキューしたり、櫓を組んで薪を燃やしたり、その周りでマイムマイム踊ったりすんの？しねえよ。つうかそれパーティーじゃないから、キャンプだから。懐かしいな。向こうに住んでいた頃はよく客を招いてパーティーをしたもんだが、こっちに戻ってからはさっぱりだったな。日本じゃあんまりそういう習慣ありませんからね。久しぶりだから腕が鳴るな。ドレスコードはどうなっているんだ？仮面は蝶の形でいいのかな？いや、それなんか違うし。とりあえず仮面舞踏会は日本の一般家庭じゃやらねえから。でも渋谷、あっちじゃ結構やったんじゃない？ダンスは貴族のたしなみだからね。俺は積極参加してないって。そんな柄じゃないし、そもそもダンス苦手だもん。そうだな、あっちでパーティーって言うと、やっぱり忘年会？あっちに忘年会なんて習慣あったっけ？いや、それは俺のアイディアで、親睦を深めるというか、無礼講でさ。ああ、でも無礼講でって言葉は真に受けると大変なことになるよね。翌日会社で机がなくなってたりさ。サラリーマンかよ。無礼講を真に受けてお手打ちになったりね。江戸時代かよ。なんだなんだ、高校生に忘年会はまだ早いぞ。忘年会はお酒が飲める年齢になってからだ。第一、ああいう席は酒が入らないと面白くないだろう。そうでもないですよ。高校生なんかナチュラルハイですから、コーラで十分騒げますよ。でも大人はお酒が入らないと辛いかな。魔王臨席で無礼講って言われてもなかなか酔えないだろうし。まあ。誰の前だって？ほんとみんな変に恐縮しちゃってさ、全然くつろいでもらえなかったんだ。だからアニシナさんに相談したんだけど。ああ、フォンカーベルニコフ卿に。そりゃ大変なことに。そう、大変なことに。サイン、サイン、またサインと、今日もサイン、明日もサイン、毎日毎日サインばっかり。芸能人かよ俺は。そのうちペンダコできちゃうよ。野球少年の指にペンダコってありえねえ。ああ、そうだ。日本にはハンコって便利なものがあってさ、押すだけで。お前はどうしてそう楽をすることばかり考えるんだ。そうは言うけどさ。それでも一国の王か、このヘナチョコは。ヘナチョコ言うな。ハンコは
日本の長い伝統の中で生み出された超合理的なシステムなんだぞ。まあそうおっしゃらず、あと少しで終わりですよ。あと少しって？あと、こちらにご署名をいただければ、本年度のご政務は終了です。お疲れ様でした、陛下。終わり？働きたいなら来年度の分も前倒しでやっておくか？いい心がけだ。いえ。ありがたく終わらせていただきます。これにサインすればいいんだな。第27代魔王、渋谷有利と。よし、終わったー！やったー！俺は自由だ！普段から割と自由な気もするがな。お疲れ様でございます。それでは、新年の儀まで、心静かにお過ごしください。それだけ？それだけとはなんだ？他に何かあるのか？仕事納めでしょ？その後は、ほら、お約束の。約束だと？僕は約束などしていない。一体誰と約束したんだこの浮気者！違う。約束というか、定番というか、地球では仕事納めの後は忘年会をやるのが決まりなんだよ。コンラッドは知ってるよね？ええ。日本のサラリーマンがネクタイを頭に巻いて踊ったり、社長を殴ったりするイベントですよね。かなり違う。喧嘩祭りのようなものか？さすが人間の土地の催しは野蛮だな。違うって。慰労会っていうのかな。1年間お疲れ様でしたって。ぶっちゃけ単なる宴会なんだけど、1年の最後を締めくくる重要なイベントなんだよ。これやんないと終わった気がしないよ。さすが陛下。大変有意義な催しです。年度の区切りにもなりますし、新魔国でもぜひ取り入れたい制度です。でしょ？じゃあ早速やろうよ。簡単に言うな。急に言われても準備が。大丈夫だよ。俺今から厨房に行って指示してくるから、みんなは中庭に集まってよ。2時間後ぐらいでいいかな。ああ、平服でね。重要とは言っても内輪の宴会だからね。料理は簡単なものでいいから、酒は必要だよな。どれぐらい用意しよう？おいユーリ、一人で先走るな。忙しくなるぞ。のんびりしている場合じゃないや。急げ！おいユーリ、僕も行くぞ。ちょっと待って。おや、若い人は元気がいい。それじゃ、俺たちは中庭で机の準備でもしておこうかな。手伝ってくださいね、グエン。どうした？気乗りしない？いや、何かものすごく悪い予感が。皆様、本日はお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。本年度の国務は全て終わっておりますので、特に忙しくはありませんが。細かいことはいいんだよ。みんなグラス持ってる？準備 OK？ それでは第1回血名城忘年会を開催いたします。1年間お仕事ご苦労様でした。乾杯！さあどんどん飲んで食べて。俺はジュースだけどね。おや、グエン、顔色が悪いね。どうして兄シナがいるんだ？兄シナが。なるほど、これが忘年会ですか。職場の者が一堂に会しての慰労会とは。地球の習慣というものは面白いです。実に面白い。いいのかな？俺なんか貴族でもなんでもないのに。いいんだよ。それが忘年会ってもんだし、ユーリも喜ぶよ。さあギュンターもう一杯グッとやってグッと。陛下がこの私にお手からついでくださるとは、なんと恐れ多い。いいから飲んで。さあグイッと。もったいのうございます。私ごときにそのような罰が当たるでござる。
武士になってるよギュンター。いいんだよ、忘年会ってのは無礼講なんだからさ。もっとリラックスしてよ。無礼講ですか。はて、無礼講とはなんだ。男か女か。神魔国には無礼講ってないの？ええ、残念ながら身分格差がはっきりしていますからね。無礼講という概念はないんですよ。どんなに内輪のパーティーでもマナーやしきたりを守らないということはありません。そんなのおかしいよ。無礼講じゃなきゃ忘年会じゃないじゃん。よーし、わかった。じゃあ俺が導入する。俺が無礼講を広めるよ。広めるってどうするつもりだ。聞いてみんな、はい注目。無礼講というのは身分に関係なく礼儀を捨てて大騒ぎする宴会のことです。魔王も十貴族も平民も関係ないから、友達感覚でタメ口で話しかけて。俺にもタメ口聞いて。そんなできません。いや、さすがに俺でもそれは無理ですよ、坊ちゃお前は何を考えているんだ。魔王に対等な口を聞くなんてできるわけないだろ。お前が言うのかそれを。無茶を言うな。急に言われて意識を変えられるわけがなかろう。そうだ、お前はいつも唐突に物を言うから困る。もっと考えて発言しろ。なんだよみんな、つまんねえよ。俺の酒が飲めないってのか。もう酔ってるんですか。お酒も入ってないのに器用だな、ユーリは。陛下、ちょっと内密でお話が。何？待て、何の話だ。私を通してもらおうか。あなたには関係ありません。なぜ陛下とお話しするのにあなたの許可が必要なのですか。宴会も始まったばかりですのに、二人きりで一体どちらに。もしや密会。そんなわけないって。大丈夫だよ、アニシナさんだよ。気にする方がおかしいって。みんなちょっと待ってて。ああ、そのままご歓談は続けてください。すぐ戻ってくるから。お色直しか。なんか別のパーティーと間違えてない？もういいから酒でも飲んで待っててよ。じゃあ後でね。さて陛下、アニシナの実験室へようこそ。なんで実験室に？ここでしなきゃいけないような話？立ち話じゃいけないの？陛下、無礼講というお考えは大変画期的で斬新かと思いますが。はい。頭の固い男どもに陛下の高邁な思想が理解できるわけはありません。男というものは皆既成概念にとらわれ、カビの生えた常識しか持ち合わせず、柔軟な発想もできない愚かな生き物です。だいたい頭が固いということは頭が悪いというのと同じ意味です。それすらも理解できないとは。あ、陛下も男でしたね。失礼しました。いえ、ご説ごもっとも。彼らの意識を変えるのは一朝一夕では無理です。長い時間が必要です。しかし陛下は今すぐ無礼講で忘年会を楽しみたいそうですね。はい、おっしゃる通りでございます。お任せください。そのような時にこそこの私の発明が役立つのです。名付けて、今夜は私が魔王だということは忘れてちょうだいゆ。油？ああ、オイル？アロマオイルみたいなもん？先代魔王、現在の女王陛下に頼まれて開発したものです。ああ、なるほど。本来は身分や立場にこだわって恋の一歩を踏み出せない男のための油なのですが、陛下がご希望の無礼講にも役立つと思います。さあ、お試しください。遠慮なさることはありません。さあ。ちょっと待って、それって備考欄の類じゃないよね。
好意を持つ相手に大胆になったりしないよね。ご希望でしたらご用意いたしますが。しかし男子たるもの、自力で相手を振り向かせるくらいの気概がなくては。いや違う、ご希望じゃないから、ご用意しなくていいから。大丈夫です。そのような効果はありません。強いて言えば酒に酔うのと似た効果がありますが、酒と違って二日酔いもありません。さまざまな薬効を持つ薬草が主成分で、酒よりも体に害がなく、むしろ健康促進効果が期待できます。自然成分が主原料ですから、魔力のあるなしにかかわらず誰にでも効果がありますよ。ハーブエキスみたいなもんかな。体にいいなら問題ないか。それでどうやって使うの？この装置で温め揮発させ、後ろの扇風機で風下に向かって流すのです。陛下は装置の後ろに来てください。揮発成分を吸い込まないように。陛下が前後不覚になってはせっかくの仕掛けが楽しめませんからね。何これ、前後不覚になるの？話違うんじゃないの？本当に大丈夫？大丈夫です。今まで私の発明で命を落とした者はおりません。でも有害な薬品は一切使用しておりません。国にも環境にも優しい製品です。陛下のお国の言葉で言うエコロジーとかいうものです。誤解してないよね、エコロジーを。ご安心ください。アニシナの半分は優しさでできているのですよ。あとの半分は何？まあいいや。アニシナさんを信じよう。良いお心がけです、陛下。それではお手伝いいただけますか？はいはい。これに魔力を注げばいいの？どれ？よいしょっと。さてどうなってるかな。あれ、誰もいない。どうなってるの？テーブルはぐちゃぐちゃだ。まるでどんちゃん騒ぎの後みたいだけど、一体何があったんだ？確かに忘年会の終了後みたいな光景にはなっているけど、成功ってこと？どうもよくわからないな。みんなどこに行ったんだろう。探しに行くか。おーい、誰かいないか？野球場は関係ないか。そういや、せっかく作ってもらったのに最近使ってなかったな。軽く一周してからみんなを探しに行こっと。それ、まだまだ行くぞ。あれ、コンラッド、何やってるの？どうした？もうへばったのか？お前たちはそこまでなのか？コンラッド、一人で何やってるの？いや、一人じゃない。グラウンドにルイルイと死体が。しっかりしろ、傷は浅いぞ。もう走れません、コーチ。コーチ？誰がコーチ？鬼だ。あいつは鬼だ。しっかりしろ、ボルフラム。誰か衛生兵呼んで。衛生兵。こんなこと一体いつまで続ければいいんだ。グエンダル、なんでローラーなんか引いてるの？ローラー？これはコンダラというものだとコンラードが。コンダラ？重いコンダラか。何をのんびり引いている。そんなことじゃ今日中に終わらないぞ。すみませんコーチ、でももう限界です。一体何が起きてるんだ？仮にもみんな職業軍人だぞ。
それをここまでへばらせるとは、どんな地獄の特訓が。あれ陛下、今までどこにいらしたんです？あれ、ヨザクは元気そうだね。グラウンドとやらを100周させられてますけどね。そこ無駄口叩くな。もう100周追加だ。はーい、じゃあ行ってきます陛下。全然余裕だな。さすがルッテンベルク師団。それにしてもこれは一体アニシナさんの薬のせいなのか。でもなんでこんなことに。あれ陛下。陛下って言うな、名付け親。よかった、俺がわかるんだね。当たり前じゃないですか。何をおっしゃっているんです。いつものお可愛らしい陛下ですよ。酔ってるのかな。顔を見る限りじゃ酔ってるようには見えないけど。どうしました？そんなに俺の顔を見つめて。俺に惚れたら怪我するぜ。やっぱり酔ってるかな。酔ってるな、これは。しかも相当に。コンラッドってそんな酒に弱いってイメージじゃないもんな。すごいよ、アニシナさん。気分はどう、コンラッド。なんだか妙にすがすがしいんです。何も気にならなくなったというのか、どうでもよくなったというのか、ぶっちゃけこの国の未来とかどうでもいいですよね。よくねえ。外交に不向きな不愛想な男とか、そもそも国政に不向きなわがまま男とか、趣味で暴走する公私混同男とか、どうやってフォローすればいいんですかね。フォローしてたんだ。てっきり温かく見守っているだけかと。まさかこの事態は日頃のストレスを発散してるわけじゃないよね。旅に出たくなりました。あなたの魂を抱いて地球を旅していたあの頃のように。あの頃はいつもあなたの魂がそばにいて、俺はどこにいても一人でいても寂しいことはなかった。今は寂しいの？そう言ったらどうします？どうって。寂しいと言ったらそばにいてくれるんですか？ずっと俺のそばに。それは今だって魂はいつも近くにあると感じてるよ。だってコンラッドは俺の名付け親で、生まれる前から俺を見守ってくれて、俺には特別な存在だよ。そうだろ？ユーリ、あの頃あなたの魂はいつでも俺の胸のポケットにあった。ほら、こんな風に。コンラッド。あなたを胸に抱いて二人だけで旅をしたい。ここを離れてずっと遠くへ。そんなこと言うなよ、コンラッド。いくら酔っているからって。俺は酔ってませんよ。ほとんど飲んでません。いや、そうなんだろうけど、アニシナさんが。ねえ、痛いよ。少し腕を緩めて、コンラッド。誰にも邪魔されず二人だけで旅ができればどんなに素晴らしいだろう。グランドキャニオンの夕日、夜空に広がるオーロラ、地平線まで続く大陸の草原。コンラッド。浅草寺の雷門、東京タワー、二条城、清水寺。え？秋の宮島、日光東照宮、奈良公園の鹿。修学旅行かよ。しかもちょっと古いチョイスだよ。先生、佐藤君がいません。バスの中では一緒だったんです。間違いないです。誰だよ、佐藤君って。つうか、しっかりして。コンラッド、しっかりして。きっと八坂神社ではぐれたんだ。稚児行列に巻き込まれたのかも。佐藤君ちっちゃいから。やってないから。今祇園祭りやってないから。しっかり、コンラッド。おら！お前たち何をやってる！離れろ！
かボルフ。よかった、心配したよ。人が倒れてる隙に。それに佐藤とは誰だ？男か女か？俺も知らねえよ。ったく油断もどうした？気持ち悪い。ああ、酔ってるのに急激な運動なんかするから。僕は酔ってない。ほとんど飲んでない。わかったわかった。今ギーゼラさん呼ぶから。陛下、なんか俺も急に気分が。こっちもかよ。目が私もうわ、大惨事！助けて誰か！この酔っ払いたちを何とかして！陛下、いかがでしたか？私の発明の効果は。いかがでしたかって。はて、何があったのですか？急に気分が良くなってどんちゃん騒ぎを始めたところまでは覚えているのですが、その先がとんといつの間にやらふらふら歩いていって気がついたら別の場所に。僕もだ。なぜあんなところにいたのか皆目見当がつかん。俺もですよ。何か幻覚を見たような気がするんですが、よく覚えてなくて。私何か陛下に失礼な真似をいたしませんでしたか？いやー、大丈夫。多分。変ですね。あまり酒で記憶をなくすようなことはないんですが。そもそもそんなにお酒をいただいた覚えもないと言いますか。何をやった兄品、一体何を？何です？ろくに話も聞かぬうちに私を犯人扱いですか？私はただ陛下に頼まれただけです。ヒノコがこっちに。無礼講とやらが実践できる環境を整えただけです。何ら困るようなことはありません。その証拠に誰かに何らかの被害がありましたか？怪我をした者でもおりますか？今現在体調の悪い者は具体的に申し出なさい。そういえばなんだか何も気にならなくなったというか、爽快な気分なんですよね。それに長年のストレスが発散できたような。私もだ。日頃の不満を残らずぶちまけたようなすがすがしい気分で。僕も吐くもの吐いてすっきりした気分だ。私もです。ずいぶん気が大きくなったような気がします。そうなんだ。それはよかった。ご覧なさい。この見事なまでの健康促進効果。特定保険薬の比ではありません。ということは今回の発明は大成功ですね。まあ体に害はないみたいだし、そう言ってもいいのかな。よろしゅうございました。前の時は人によって効果に差があり、実用に向かない結果が出ましたが、今回は良い結果が得られたようです。改良を重ねた甲斐がありました。ご協力に感謝しますわ、陛下。まだ実験段階だったの？結果オーライですわ。終わり良ければ途中全く関係なし。全くって。これからも無礼講が必要な時にはぜひお声をおかけください。そうですね。でも来年からは忘年会そのもののシステムの見直しを検討して。なんだその汗は。何があった？いえ、何でもないです。本当に何でも。すみません。いろいろ反省してます。なんだこんな時間に呼びつけて。今年の仕事はもう終わったのだろう。
改めてお集まりいただきましたのは他でもない忘年会のやり直しをさせていただきたいと思いまして、兄品さん抜きで。昼間何があった？いやー、なんというか兄品さんも成功って言ってたけど、無礼講は無礼講だったんだよ。でもみんな記憶がないんじゃ楽しんだとは言えないでしょ。俺はまあ面白かったような面白くなかったような感じだけど。どっちなんだ？とにかくみんなで楽しまなくちゃダメだってことだよ。賛成です。有利の言う通りだ。陛下のお優しいお心遣い感激です。まあそういうことなら。ということで改めて仕切り直させていただきます。1年間ご苦労様でした。そして来年もよろしくお願いします。乾杯！乾杯！来年こそ式を挙げるぞ。乾杯。必ず挙式は阻止します。乾杯。面倒事は勘弁してくれ。乾杯。来年も有利にとって良い年でありますように。みんなありがとう。それじゃあもう一回乾杯。そんな面白いことやってたのか。僕も一緒に実験したかったな。面白くねえよ。大変だったんだぞマジで。でも大変だったのは渋谷一人だけみたいだし。村田、お前って時々激しく友達がいがないよな。あれ？なぜ待ち合わせにこっちの子が来るんだ？なぜうちのゆうちゃんが来ない？うちのってなんだよ。有利だろ、ギャルゲーキャラの。おかしい。どこかで間違えたかな。別の子のフラグが立っちゃったかも。またギャルゲーやってたんですか？友達のお兄さん。悔しいが高校生の学校話は分からんからな。学校じゃねえよ。じゃあネットか？俺の知らないネトゲがあるとは意外だが、もしかしてソーシャルネットワークか？水臭いぞゆうちゃん、兄も招待してくれないと。だから違うって。ああ、もういいや、どうでも。村田、夕飯食ってく？またカレーの匂いがするんですけど。渋谷家じゃ最高級のもてなしなんだよ。うちはごちそうっていうとカレーで、週に何度もカレーになることが。海軍でも週1回なのに。まあいいや、ニコさんのカレー美味しいし、お言葉に甘えてごちそうになります。最初からそのつもりだったくせに。勝利も早く来いよ。ちょっと待て。多分あそこの選択肢で間違えたんだな。セーブしたところに戻って。当分終わりそうもないな。行こう村田。それじゃあお先に、友達のお兄さん。ちょっと待ちなさい。君たちは年長者を尊重するとかそういう気持ちが足りなさすぎ。待ちなさいと言っているだろ。ゆうちゃん、あとそこのメガネっ子。